はい、こんにちは、手野進藤です。今回ですね、前回に引き続いて伝説のベーシストジェームス・ジェマーソンですね、ベースを初級から段階的に学んで、最後にはジェームス・ジェマーソン風のベースラインを自分で作れるようになることを目指したシリーズ第2回目ですね。早速ですね、ベースライン、今回スティービー・ワンダーなんですけども、見てみましょう。はい、どうだったでしょうか。それでですね、ここからちょっと解説しようかと思うんですけども、もし解説必要ないって方はですね、他に練習用のトラックがあるんで、そっちも飛ばしてみちゃってもいいんですけど、解説していきます。で、まずですね、最初イントロなんですけど、これこのまま普通に特に何もないんですけど、で次ですね、重要なのがメインパートでですね、まずコードなんですけども、このコードが1小節ずつ D フラットで、次 C フラットというか B ですね、Bっていうのがこの曲なんですけど、これをですね、ジェームス・ジェマーソンはティックトゥントゥトゥトゥントゥントゥクトゥとかいろいろやってるしてるんですけど、これ何やってるのかっていうと、ジェームス・ジェマーソンに限らず何でもですね、このコードがあったら大体ベース、大体というか全部このトライアドが大事なんですよ、コードの構成音で。 D フラットだったら D フラット Fフラットってあるんですけど、別にそうですね、それがですね分かってないとなかなかですね、ジェームス・ジェマーソンみたいなベースライン自分で作ろうと思ってもできないですね。だからこれは最低限ジェームス・ジェマーソンみたいなベースを弾こうと思ったら D フラットってあった時にすぐにこの分かるようにですね。でそのトライアドに関しては今話すとちょっと長くなっちゃうんで、他動画作ろうと思います。次回か。とりあえずプレイリストの音楽理論っていうところに入れておくんで、またいつか見てください。それができればですね、いろんなベースラインが分かるようになるし、自分で作るようにもなれるんで、ジャズも弾けるようになるという魔法のトライアドで、それを踏まえて改めて見ると楽譜出てると思うんですけど、この青くなってるところが D フラットの構成音トライアドですね。だから D、E に行って F、これ3度になるんですけど、だこれ一回 E に行ってアプローチノートでティックトゥンってなってるんですね。で次5度に行くんですけど A フラットに行くんですけど、ティックアプローチクロマチックでドゥンドゥンドゥンってやってる感じですね。で次が、C フラットに行くじゃないですか、コードが。そしたらですね、 C フラットが、もうほぼ弾いてないんですよ。でほぼ弾いてない。だからこのベースラインを言ったらまとめると D フラットから一回この下の3度に降りるじゃないですか、開放弦行って、ここから戻ってクロマチックでまた D フラットに戻ってくるっていう感じですね、このベースラインは。っていうのが単純にそうです。だからD フラットの時とか D フラットコードはこの時に今僕は3度の音弾いてるんだなとか、そういうのを多少なりに考えてると次回ですね、例えばコード変わった時でもまた同じのができるようになるんで、E でもこうっていうのはどこでもそれができるようになりますね。だからタブ譜見てそれ考えないでやってるともうここしか弾けなくなっちゃうんですけど、だからそれは踏まえてやるとまた次回、これから次中級編いくんですけど、もっと難しくなるんで。はい。でリズムなんですけども、リズムはですね、この中リズムのバリエーションが4つあってですね、これをですね皆さんちょっと一緒に弾いてみましょう。とりあえずですね、4小節バリエーション1でやって、次また4小節バリエーション2って感じでやっていくんで、じゃあ行きましょう。
きましたでしょうか。でベースってグルーブって大切じゃないですか。だからですね、すごい大切なのが実際ジェームス・ジェマーソンの演奏を聴くことですね。だから原曲、このスティービー・ワンダーの曲を何回も聴いてですね、ベースを聴いて真似して、で僕の練習トラック作ってるんで、それでまたそのグルーブを再現できるように頑張ってもらえればと思います。はい、ということでですね、今回の初級編はここまでです。概要欄に今回使った練習用のトラックですね、リンク貼ってますので、ぜひ活用してみてください。で次回ですね、とうとう中級編になるんですが、中級編は3つあるんですよ。3曲用意してあるんですけど、そこら辺でやってきますので、結構だいぶ難しくなるんで、よかったらですね、コメントリクエストとか質問とかもしてもらえれば答えられますので、ぜひともいいねもチャンネル登録もお願いします。ではまた。